白鸚深海銀星の章店舗特典ドラマ CD。 さて今夜は俺のおごりだから好きなだけ飲んで構わねえぜ相馬。新人の俺なんかを先に誘っていただきありがとうございます原田さん。ではいただきます。おお、若いのにいい飲みっぷりじゃねえか。どんどん飲めよ。恐縮です。俺たちは先輩としてお前や野村の面倒を見てやれって言われてるからな。困ったことがあればいつでも言ってくれて構わねえぜ。困ったことですか。実は俺女性と話すのが苦手なんです。女と？はい。近藤局長の付き添いとして幕府や会津藩の重役の接待に同席することがあります。基本は局長の用事に備えて部屋の隅で待機しているのでじっとしていればいいのですが、たまにお店の女性から話しかけられることがあるんです。まあ接待の席にはそういう姉ちゃんがいるもんだよな。つうか近藤さんが許してくれるなら楽しめよ。確かに局長からもそう言われているんですが、何を話していいのかさっぱり分からず、楽しめと言われても俺としては非常に困っているんです。そんな悩みかよ。相手が新八や平助じゃなくてよかったな。で話さないといけなくなったらどんな話をするんだ？そうですね、新選組での活動についてとか。そんな話を聞いたって姉ちゃんたちは楽しくもなんともねえだろうが。ですけど俺にとっては仕事の場ですから。姉ちゃんたちを楽しませて場の雰囲気を良くするのも仕事のうちだろうが。仕事でなければそうしますが、そもそも女性を楽しませるような話題なんて分かりませんし。目の前に座ってる姉ちゃんを見て思ったままを素直に言えばいいだけだぜ。見て思ったままというのは、例えば着物や化粧などの容姿を褒めればいいんですか？なんだ分かってるじゃねえか。そういうところから話し始めてどんどん話題を広げていけばいいさ。褒めて話題を広げていくですか。それが俺には難しいと言いますか。お前難しく考えすぎだろ。だって一度褒めたらそれ以上褒めることはできませんし。例えば相手の様子を見ながらだな。着物を褒めたら次は相手に似合ってるとか、かんざしや帯が洒落てていい趣味してるとか、思ったままを言えばいいんだよ。思ったままですか。でも相手が嬉しいと思うことじゃなかったら大変じゃないですか。わからねえならわからねえなりに素直に言えばいいんだよ。男も女もごまかしたり嘘をついたりせず真剣に付き合うってところは同じだからな。そうなんですか。なるほど、勉強になります。待ちや、今の話にはちっくと疑問があるにゃ。お前は坂本龍馬？てめえまた千鶴にちょっかい出しに今日に来てたのかよ。おっと、今回は千鶴とは関係なしで来ちゅうがよ。そう目くじら立てないや。まあせっかくやきいっぱいもらうぜよ。おいおい、人の酒を勝手に飲むんじゃねえよ。ずうずうしいやつだな。金やったら後で払うき耳っちいこといいなや。それより原田やったが、さっきおまんが言いよったことには賛成できんぜよ。あ？女には嘘をつかず真剣に付き合うってことか？どこに賛成できねえってんだよ。女との付き合いは何でもバカ正直にやったらええってもんでもないろ。なんだと？考えてもみーや。新しい紅買ったんだけど似合ってるち聞かれてバカ正直に真っ赤で似合わんらて答えたら包丁持ち出されて刺されるに決まっちゅうろうが。それは確かに。
俺だっていくらなんでもそんな答え方はしねえよ。多少似合わねえ化粧だろうが、俺のためにしてくれたと思えば褒めてやりてえし、そういう姿は可愛いだろうが、それをそのまま言えばいいんだよ。なるほど。女性の姿勢を褒めるんですね。いや、待ちや。そもそも女は男のために着飾っちゅうわけやないろ。それは俺のためにしてくれたと思えば褒めてやりてえし、らーて言うがちとうぬぼれが過ぎちゃあせんかい。お前こそ何言ってやがるんだよ。確かに自分のために着飾ってるってのもあるだろうが、褒めてもらいてえところをちゃんと褒めてやるのが男ってもんだろうが。おまモテんことはなかったろうけんど、ちっくと自信過剰やにゃ。女の一面しか見ちゃせん。自信過剰で結構だぜ。何も言えねえ、何もできねえ男になるよりマシだ。ちゅうか女注文の本質を分かっちゃせんにゃ。そのセリフそっくりそのままお前に返すぜ。お前の場合どうせモテたって言っても自分から口説きまくってたんだろうが。こりゃひどい言い草やにゃ。どんなことがあろうと坂本様をお慕いしております。何度言われたかわからんばやのに。聞いたか相馬。こういうのを自信過剰って言うんだぜ。はあ。とにかく積極的に話しかければいいんですね。いやいや、ちっくとまじや。おまんはただ女と会話ができればええがか。会話をきっかけに互いをよう知り合うがが目的ながやないがか。言われてみればそうかもしれません。そうじゃねえだろう。今は店の姉ちゃんの話だろ。お前は苦手な会話を克服するのが目的なんじゃねえのか。確かにそうでした。でもですね、俺は女性の接し方に疎いので、どちらの言葉が正しいのか判断がつかないんです。おお、女の接し方に疎いらっていい言う割には、ようあいつと一緒におるがはどういうことぜよ。それは日頃教わることは多いし、お前から先輩を守るためで。確かにそうだ。お前女に疎いとか言ってるが、千鶴とは普通に話せるんだよな。待ってください。先輩は先輩ですから。他の女性とは違いますよ。先輩って言っても女だってことに変わりはねえだろう。もしかしてあいつは特別な存在だなんて言うんじゃねえだろうな。ああ、警戒されんと女に近づくためにようやる方法か。こんなに気を使わずに話せる相手は君だけだよとか、初めて会った気がしないとか、一緒にいると落ち着くラーテニャ。そんなことはない。誤解されるようなことは言わないでもらおう。でもしょっちゅうあいつと一緒にいるのは本当だよな。これから先もそういう気持ちを持たねえって言い切れるのか。それはどうぞよ。あいつに気がある優雅やったら早めに名乗りを上げてまっとうに勝負するぞよ。俺は横連母優雅は好かんき。そうだな。あいつに気があるんなら今のうちにそう言っておくのが男ってもんだ。自分は用事を思い出したので先に東署に戻ります。原田さん、今日は相談に乗ってくださってありがとうございました。待ちやがれ。話はまだ終わってねえぞ。逃がさんぜよ。俺の分の感情はここに置く気にゃ。いいえ、お二人の助言はもう結構ですから。原田佐之助、遊佐浩二、相馬和恵、梶裕貴、坂本龍馬、小野大輔。